死ぬかと思ったね。Hello, this is me, Chaki, and welcome back to my YouTube channel. ということで、絶賛すっぴん中だけど、今日は高校生活やばすぎて1ヶ月喋れなくなった話をしていこうと思います。どういうことって思いますよね、これね。私も視聴者で聞いてたら、喋れなくなったってどういうことって思うんですけど、実際私本当に1ヶ月間喋れなくて、立てなくて、大変だったんですよ。ずっと寝たきりだったんですね。学校が悪いってわけじゃなくて私が悪いんですけど、まず前の動画でも話したように、私はこのアイザックっていうインターナショナルスクールで IB 国際バカロレアっていうのを取ってました。でこれね、世界最難関って言われてるんですよ。イギリスの YouTuber のユージー君も同じ IB を取ってたんですよね。エッセイをね、小説家並みに書かなきゃいけないんですよ。そして課外活動もこなしていかなければならない。その課外活動っていうのもテニスパコーンじゃなくて、テニスパコーンでもいいんですよ。テニスパコーンでもいいんだけど、プロジェクトを立ち上げるとか、私がやってたのは友達がやってたね、リシクルっていうエコフレンドリーなその会社の製品開発っていうのをやってたり、あとは今回の話にも関わってくるんだけど、実際自分がやったのは団体を立ち上げて自分の教育イベントをファウンダーとして開催したみたいな、そういうことを結構課外活動でやっていくんですよ、みんな。まずそのプロジェクトがどれぐらいのものだったかっていうと、準備に半年かかったんですよ。この6ヶ月間資金集めに協力してくださるその会社を探したり、プレゼンテーションしに行ったりっていうのがもう多忙で、なのにこの最難関のカリキュラムをこなしていくっていう、もうマジで大変だったんだけど、すごい楽しかったです。なんだけど悲劇、イベントがある前、もう超多忙の時にちょうど学校で大事なプレゼンが重なって、そのプレゼンっていうのがね、丸2日間ぐらいイベントの準備もあって寝れなかったんですよ。それが多分後押しで結構グッて自分の精神的とあと物理的なダメージに来て、死ぬかと思ったね。本当に考え方だけでなんかめまいがしてくる。これが原因で、ある日突然このイベントが終わった後になんかやっと遊べるって思ってバレーボールをしに行ったんですよ、その学校の体育館にね。でそしたらなんかボールが目で追えないんですよ。なんかボールでボコボコバレーボールのボールに当たって、でなんか自分でも変だなとか思ったんですよ。でいきなり足に力が入らなくなって、ヒリザ・ヘタレコムみたいな感じになって、周りの人に聞いた話なんですけど、その日雨降ってたんですけど、なんか判断力も鈍ってたのか、雨の中傘をささずに寮まで帰って、でしかも歩くスピードが亀なんですよ。あと目がね動かないんです。友達が言うには、私はドラッグをやってたんじゃないかって思ったみたいです。実際に友達が先生にちょっとマイキがやばいって言って、先生呼んでくれたんですけど、その先生に最初に言われたことまだ覚えてて、なんか薬やったって聞かれたんですよ。その国際バカロレアですごい大事な時期が10月から12月にかけてなんですけど、ちょうどそこをすっぽり学校に入れなかったんですね。喋れないし立てないからしょうがないってことで、もうそれが起こった次の日に家に強制送還されて。喋って。誰に？レイナちゃんのママ。レイナちゃんのママじゃない。病院を親とあちこち回り、なんとか治して、本当はね学校を辞めた方が最善だって言われたんですよ。でもね、どうしてもやめたくなくて、ここで諦めたらきっと自分の人生180度変わっちゃうなって思ったので、なんとかやめません、やりますって言って、今年6月無事に卒業できました。はい、ということでこんな感じでした。あんなことはもう人生でないだろう。あるのかな。いやでも皆さん、日本人はやっぱり働きすぎって言うから、そういうところにはぜひね気をつけていただきたいなとは思います。会社とかあまりにも大変で自分の人生を楽しめないとか、なんかそんなのもったいないなって思うので、自分もすごいね、学校もイベントも楽しかったんですけど、ちょっとあまりにも無理しすぎたなとは
思いました。反省です。ということで今日はなんで私が1ヶ月喋れなくなってしまったのかをお話ししました。Thank you for watching and see you guys in the next video.